はいどうも、キズナアイです。夏といえば、そう、怪談。聞くのは苦手ですが、今日は聞かせる側。とっておきの怪談話を用意してきました。特に3つ目は、聞いてから後悔しないでくださいね。反対のこと。これは若いカップルのお話。そのカップルはある日ドライブに出かけ、好奇心から森の中にある心霊スポットへ行くことに。しかし心霊スポットに着いた途端、2人は些細なことから激しい口論になり、彼女はもう別れると怒鳴り出す始末。すると嫌気がさした彼氏が彼女をその場に置き去りにし、車で走り去ってしまったのです。車を進め、辺りが暗くなり始めた頃でした。この時間に一人であんな森の中にいるのはやばいよなと思った彼氏は、彼女のもとへ急いで車を引き返すことに。大丈夫かなと不安を抱えながら元の場所に到着。しかし彼女の姿はありません。懸命に探しますが見つかりません。辺りはすっかり真っ暗になっていました。置き去りにしてしまったことを後悔し始めたその時でした。大きな岩に囲まれた沢の中で彼女を見つけたのです。急いで彼女の元へと駆けつけ、置き去りにして本当にごめんと謝る彼氏。彼女は無言で首を振りました。怒りを通り越していたのか、彼女の表情はにやけているようにも見えました。2人は再び車に乗って家路に着くことに。森の中は完全に真っ暗で人影すらありません。しかしかすかに声が聞こえたのです。彼氏が脇道に目をやると、一人の少年がこっちに向かって「おーいおーい」と手を振っていました。しかしよーく見ると、少年は手のひらではなく手の甲をこちらに見せて手を振っていたのです。彼氏はあの子どうしたんだろう、乗せてあげようかと言いました。しかし彼女はダメよ、逆の行動をしている者はこの世の人間じゃないのと子供を乗せようとはしませんでした。早く車を出してねえ、早く。彼の肩を叩く彼女。よく見ると彼女は手の甲を打ちつけていました。カルテ。これはある夏の日、一人の看護師が夜勤中に体験した出来事。その日、彼女は夜勤をする救急室で患者対応をしていました。何台か救急車が入り、そのうちの一人はこの病院かかりつけの患者さんでした。すると当直医からカルテが必要と言われ、彼女は内科外来へその患者のカルテを取りに行くことに。夜間なので内科外来までの電気は消えており、懐中電灯を持って取りに行きました。病院は多くの方が亡くなっている場所。看護師さんでも霊という存在に対して敏感になります。怖さを押し殺しながら内科外来でカルテを見つけ、戻ろうとするとドアの前に一冊のカルテが。そのカルテは山中さんという方のものでした。こんなところにカルテなんて落ちていたかなと思いつつ、元にあったであろう場所へ戻しました。とその時、電話が鳴りました。こんな時間に内科外来に電話？彼女は不思議に思いつつ電話を取ると、受話器の向こうから「見てよ」とささやくような声が。カルテ見てよ。何かを感じて後ろを振り返ると、さっきしまったはずのカルテが。怖くなった彼女は受話器を置き、部屋から逃げ出しました。暗い廊下を息を切らして走ります。やっとの思いで救急室へ戻るも、そこには誰もいませんでした。わけもわからず混乱する彼女。ふと足元に目をやると、そこにはカルテが。恐る恐るカルテの中を見ると、手術中の事故で亡くなったことが書かれていました。すると背後から
やっと見てくれたね。彼女が驚き振り返ると血まみれの男が、そして一言こう言ったのです。お前のせいだ。赤い部屋。ある男が大学進学のために地方から東京のアパートに引っ越してきました。家が貧しく貯金も大してなかった彼が住むことになったのは、決して綺麗とは言えない古いアパートでした。東京での生活も落ち着いてきた頃、自分の部屋の隣に女性が住んでいることに気がつきました。アルバイトをしていた彼は毎日帰りが深夜の2時を過ぎていたのですが、ほとんど毎日のようにその女性と部屋の前ですれ違うのです。髪の毛はスーッと長く、体は華奢でいつもうつむき加減。顔は見えませんでしたが、それでも女性が美人であることが分かりました。ある日、バイトが早く終わり8時過ぎに家に着いた男は、自分の部屋の壁に穴が開いていることに気づきました。その穴は例の女の部屋の方を向いていました。女性の部屋を覗くなんてと思ったのですが、男は我慢できずその穴を覗いてしまったのです。しかし見えてきたのは真っ赤な何かでした。部屋の壁が赤いのか、それとも赤いポスターか何かで穴を塞いでいるのか。それから男はいけないと分かってはいても、たびたびその穴を覗いてしまうのですが、見えるのは決まって赤い何か。ところがそれから数ヶ月経ったある日、穴を覗くといつもとは違い真っ暗でした。気になった彼が部屋を出ると、女性の部屋の鍵を開けようとしている大家さんが「どうかしたんですか?」男が聞くと、大家さんは言いづらそうにその女性が亡くなったことを教えてくれました。病気か何かだったんじゃないかしら。私もよく知らないのよ。毎日のように部屋を覗いていた罪悪感からか、何かいたたまれなくなった彼が、時々見かけた時はそんな風には見えませんでしたけどと言い訳のように言うと、大家さんが「私もわからないわよ。ただ病気なんじゃないかと思っただけよ。だって彼女目が真っ赤だったもの」。いやー、怖いですね。怖かった？いかがだったでしょうか。そう、あなたのそばにすでに霊はいるのです。そこにもキズナアイでした。チャンネル登録して